原点は角だから工具の中心がちょうどねワークの角に来るように、この辺かな。いやもうちょっとこっち、行き過ぎた。こっちもうちょっと、いやこっちまだ行きがこっちよしよしよし、このよし来たよしよし。全然よしじゃないですね。もう見るからに工具中心にワークの角来てないですし、仮に来てたとしても再現性全くないんで、精度のいい加工というのはできないかなと思います。ここでいう精度のいいというのが、穴のピッチ感の話ではなくて、ワークの単面からの穴位置のことを言っています。たまにね、仕事でもあったんですけど、ワークのたまにじゃない、めっちゃ頻繁にあるんですけど、ワークの単面からこの穴の位置をプラマイ100分の5に入れてくださいみたいなステーションが多々あるんですけど、こういったねアバウトな減点設定方法だと無理ですよね。その交差達成できない。そこでアリエクスプレスでこんなものを買ってきました。タッチプローブ。このタッチプローブはシャンクが 6π でスタイラスの先端の Q が 2π となっています。で価格は今の現在のアリエクスプレスの価格では9351円。これは本体の価格で、もしこの先端のスタイラスを破損してしまった場合は1374円で交換部品が一応買えますと。で安いですよ、めちゃくちゃ。業務用のそれこそマシニングとかそういった工作機械で使われるようなタッチプローブっていうのは数十万円から数百万円しますので、めちゃくちゃ安くて、ほんまに使えるのかっていう、ところなんですけど、なんで高いかっていうね、そもそも業務用のやつがいろいろ精度はもちろんなんですけど、一番いいやつ、一番か分かんないですけど、僕が使ってて良かったやつはピッと当てた瞬間ここをゼロにされても困るんですよ。ではなくて、ピッと当てたこのプローブの Q の半径を加味してこのワークの単面をゼロにしてくれるっていうのが、すごいいいやつですね。でしかもワイヤレスで、受信機と送信機が機械それぞれついてるんで、もう自動で、入ってくれると。本来であれば、ピッてした後にこのずれてる分を手入力で入れたりするんですけど、それこそミスが起こるので、自動で入ってくれるやつはすごいいいやつですね。でそれじゃない機械はどうするかっていうと、あれですね、芯出しバーというやつですね。懐かしいですね。上下にですねバーがついてまして、これを主軸に掴んで、これがバネだったり、マグネットかな、そういったので固定されてます。で回転して使うんですけど、例えば800回転とかに回転させてすると、この芯がずれるんですね。でずれた状態で、これがちょっとワークの角としますけど、ずれた状態で当たります。でもっと近づけていくと、これが芯が揃ってくるんですね。こうなってたものが芯が揃ってくる。で揃ってきて、もうさらに1メモリ、100分の1ミリ、動かすと、これがキュッと再度芯がずれます。でこのずれたところが、ビタビタに当たってるところだよと、なるんですね。ただこれもさっきと同じように、この芯出しバーの径分オフセットしてあげて、原点0にしてあげないと意味ないので、当たって Z に逃がして、例えばこれが 10π の芯出しバーだとすると 5mm ずれたところを X0 と手入力でやる必要があります。そうじゃない、手抜きをする場合はもう分かってるんで、当たったところをマイナス5みたいな感じで手入力すれば、Z 対比させなくても、この角が0取れるよっていう、代物なんですけど、リスクがねすごいんですね。不良がすごく、発生します。なんでかっていうと、手入力が一番良くないんですけど、こう当たって対比させて動かすのがめんどくさいから、当たったところでマイナス5って入れないといけないんだけど、もうここを0としちゃうみたいな。だったらもう 5mm ずれたところから加工してしまうんで、穴井とか全部 5mm ずれちゃうと。であとは、800回転のところを、慌てて8000回転でスタートしたら、パコパコパコーンで、この上下2つで分割された芯出しバーがバラバラに、ぶっ飛ぶと。はい。
まあ2回ほどサラリーマン時代やりましたね。ものすごい音をして、とっても怖いんですけども、そういったこともやりがち。はい。まあ、回転させるっていうのがね、やっぱり良くないですね。うん。やっぱね、こう、800、ピピピって8000入れちゃうんで、はい。そういったリスクもあると。で、このタッチプローブどうやねんと。ちょっと前置き長くなりましたけど、いきますよ。はい。わかりますか？これ中に電池がね、入ってまして、音と光で当たったことを教えてくれます。なんで、これがワークとして、角ピッと当たりますよね。当たったところを Z 対比させて、これが直径 2π なんで 1mm ずらしたところを原点0とやるか、当たったところを、まあ、1mm ずれてるって分かってるんで、1mm 原点ってやるかなんですけど、そのやり方できないんですよ。その0にしかできないので、まあ、やり方はねいろいろあるとは思うんですけど、手入力で原点を0以外にすることができなかったんで、まあ、こう対比させてこう真上に持ってきて0ってやるとかになるんですけど、やってられないじゃないですか。大変なんで。ってなったらどうするか。はい、実はこんなね線がついてきたんですね。3.5mm ステレオミニプラグ。はい、これがなぜかついてきまして、ここにね挿すとこがあるんですよ。はい、これを挿して、この反対側の線を機械側に取り付けるとできるっぽい。どうやらその高級なマシニングとかで使われるような本物のタッチプロープと同じような使い方。ピッてしたところを、寸法プロープの径加味したところをゼロにしてくれるっぽいので、それをねちょっとやってみようかなと思います。はい、主軸にタッチプローブを取り付けました。で、ワークの方はダミーでプラスチックのケースを取り付けています。で、しかも弱々クランプなんで、万が一衝突してもプローブが壊れないようにしています。で、X の原点をとりあえずね取っていこうと思うんですけど、まあ、配線してないので、ミニプラグの。とりあえずは芯出しバーみたいな接触したところを対比させて移動して原点0ってやるやり方で使えるのかどうかやってみようと思います。で、本来使う前にこのタッチプローブの芯出しが必要で、ここにねちっちゃいネジが3つあるんですけど、それを緩めたり締めたりして調整するはずです。ちょっとまだ詳しくは分かんないのでやってません。はい。で、近づけて接触させていきます。で、今1ミリピッチで動かしてるんですけど、このままだと1ミリ単位でしか測定できないので、少しずつこの単位を減らして当てていきます。今、コンマ1単位で動かしています。あれ？当たってない？はい、ここで今当たりました。今当たって、コンマ1戻したんですけど、100分の1単位にね、やっぱ最低やりたいので、100分の1で当てたいですね。で、今戻ったり行ったりしたんですけど、これあんまり良くなくて、バックラッシュで影響して誤差出ちゃうんで、本来は一発一方向で位置決めして原点取ってあげた方が精度はいいはずです。で、100分の1にしたので、もう一回当てていきます。はい、ここですね。はい、今当たったところから Z を対比させました。ここを0としてはいけません。なぜかというと、プローブの9分誤差出てるので、9の半径分か。なので、1ミリ右にずらした、ここですね。このポイントが X0。ここでこのボタンを押します。で、これ X0、Y0 同時に0にしちゃうボタンなんで、Y もね、強制的に0になっちゃうんですよね。で、Y も次取りたいんですが、この位置でこのボタンを押さないといけないってことを覚えておかないといけないですね。まあいいか。はい。Y 取りに行きます。はい。Z を下ろしてきたので、
接触させていきます。まあ、1ミリはいけるかな。ここから100分の1にしましょう。違う、コンマ1。はい、ここで当たったんで、一旦戻して100分の1にします。はい、いきなり当たったな。もうちょっと。はい、ここですね。ここで、はい、Z を対比させました。もうちょっとさせようか。はい、で、さっきと同じように1ミリずれてるんで、1ミリをずらす。はい、ここで Y0 とやりたいんですが、Y0 というボタンがなくて、X0、Y0 強制0なので、X を元の位置に戻してあげます。今8ミリ動いたところに来ちゃってるんで、ここですね。ここが X0、Y0 になるようにしないといけないので、ここでボタンを押したら、やっとここの角で、X0、Y0 が取れたと。まあまあ、使えなくはないし、今までのね、工具を使った原点の取り方よりは、かなり、精度をよく取れてるはずなんで、いいんですけど、やっぱめんどくさいですね。ちょっとずつ動かしてっていうのは。なんでちょっと自動化できるように、配線してテストしてみましょう。ステレオミニプラグから信号が取れるように配線をしていきます。で、これが CNC フライスのコントロールボードで、ここにね、配線していくんですけど、タッチプローブのマニュアルというか商品ページの配線のやり方を見ると、赤、白、黄色をそれぞれ配線してくださいって書いてあったんですよね。ただね、送られてきた配線見てもらうと分かるんですけど、これね、赤、白、黒なんですよね。はい。で、他の似た商品の販売ページ見ると、どうやらですね、黒がグランド、赤が電源、白が信号線になってました。なんで、これをね、配線すればいいわけなんですね。で、プローブのね、信号出てるのここなんですよ。で、これもともとなんかついてるじゃないですか。これは何かと言いますと、これです。工具帳を取るやつ。実質原点、Z の原点取るやつですね。はい。これは、実は、そのまま使いたいんですよ。で、今回のタッチプローブ、あくまでも XY の原点を取りたいだけで、Z は、この、ようわからんやつ使いたいんで、これこのまま使います。もちろん、タッチプローブで Z の原点取ることもできるんですけど、意味がないというか、CNC フライスは自動交換しないんで、ついてる工具で Z の原点をそれぞれ取っていく形になるので、これはそのまま使います。はい。で、ここに、グラウンドと信号線も出てるんで、この電源以外の2本を割り込ませて、この赤ですね。赤を、どっか適当なとこ、12ボルトとか、この辺余ってるんで、ここから取れば動くんじゃないかなと。配線は終わりましたが、信号が来てるかどうかっていうのはどこに出てくるんでしょうかね。お、今ここに出ますね。プローブの P かな。反応、あるので、これで、あとはプログラムを組んじゃえば使えるのでは。で、タッチプローブからパソコンの方に信号が来てるってことは分かったんで、今からはその測定用のプログラムを作っていきます。で、そのプログラムも4行ぐらいになると思うんですけど、それをね、毎回こう手入力で打っていくと大変ですし、ミスのもとなんで、できればもうコマンド化して、そのボタンを押せば自動で測定してくれるみたいな風にやりたいなと思います。で、この Candle っていうソフトには、ユーザーコマンドっていうところがあって、自由にね、編集したりとか追加したりすることができます。それを使ってやっていきます。サービスの中のセッティングを開いてもらって、一番下ですね、ユーザーコマンドってあって、もうデフォルトで8種類入ってあるんですよ。で、さっき使った X と Y を0にするみたいなコマンドもここに最初から入ってて編集することができます。なんで、さっきは
x と y が同時に0になっちゃうんで、ちょっとy を x やって y やった後にもう一回 x をこう元の位置に戻してきてこのコマンドを使うみたいな手間があったんですけど、これも x だけとか y だけみたいな風に分割して作ってあげれば、それぞれの軸で原点0みたいなことをすることができます。で、今回僕がやりたいのが、プローブがですね、ワークに対して一定動きます。で、その間に接触したら止まります。で、止まって、かつこのプローブの Q の半径を加味したところを原点0に設定して、その後退避するみたいなプログラム。難しそうに思えるかもしれないんですけど、結構シンプルで、これを4種類ですね。x プラス方向、x マイナス方向、y プラス方向、y マイナス方向。これを作ってあげれば、めちゃくちゃ使いやすくなるはず。うまく動けばですけどね。これをね、応用すれば、穴の中を測定して、その中心で原点取るとか、そういったこともできるようになりますんで、はい、やっていきます。普通に新規作成みたいなところをして、ここにね、入れていくだけですかね。G21 いらないと思うんですけど、G21、G91、エンドオブブロック、G38.2 ですね。で、X10。これは、あれですね、G38.2 っていうのがプローブ用のコマンドで、X10 ミリプローブを動かしなさいみたいな。で、その動かす間に当たったら、そこで止まりなさいみたいな。10ミリ動かすんですけど、もし2ミリだけ動いて止まることもありますし、8ミリ動いて止まることもあると。なので10ミリの間で止まるようにするっていうやつですね。で、自動で接触したら止まってくれる。プローブから信号がパソコンの方に行って止まりなさいみたいな。で、そこを、その後、原点設定してあげるっていうやつですね。非常にシンプル。G92 か。はい。で、x-1。はい、プログラムができたので、動作チェックをしていきます。で、通常こういった動き見るときはドライランって言って、負荷かけずに、何にも接触させずに動き見たりするんですけど、ちょっと今回は僕の指をワークに見立てて、僕の指に当たった瞬間に、ちゃんと原点が、ここのね、原点変わったりとか、対比行動を取るのかっていうのを見たいと思います。で、追加したコマンドっていうのは左下に追加されてまして、アイコンも何もないんですけど、これは Canva とかそういったソフトで自分で作ってあげれば反映させることができます。で、見たいのはここですね。接触した時に対比するのかっていうのと、ここのマシン原点、機械原点とワーク原点があって、接触した瞬間にこのワーク原点の方だけ数値に変化があれば成功と。で、今両方とも 20.174 になってるんですけど、変化があるのか。いきます。X 方向に10ミリ動くので、はい、当たって退避。はい、X-10 のところに来たんで、おそらくできてるんじゃないでしょうか。これは。ほんまか？もう一回いきます。おー。いや、動きとしては完璧ですよ。どのタイミングで当たってもちゃんと退避してるんで、当たったところから。数値もね、しっかり変わってるんで、これは成功かな。ちょっと、このね、疑似ワークで、再現性、繰り返し精度とかを見て、本当に使えるかどうかチェックしましょう。では、1回目測定します。ちなみに、このタッチプローブの芯出しっていうのはまだ行っていません。はい、接触したところから退避して、まずは10ミリのところに来てるかですね。端から10ミリ。はい。来てますよね。はい。来てます。あとは、繰り返し精度がどうなっているか。機械原点の方は 95.531 となっています。2回目いきます。95.531。
95.530 嘘1000分の1嘘つけそれは嘘やろマジか3回目いきますさすがに1000分の1はやばいでしょ95.529531だったから、さっき1回目よりも1000分の2ずれたけど2回目よりは1000分の1しかまたずれてないとうっそマジで精度良すぎやろマジか95.545 まあそんぐらいでしょこれでも、531だとして、100分の14ミクロンなんで十分すぎる最初のねエンドミル合わせとは比べ物にならないぐらい精度をよく測定できてるんで全然いいですねはいじゃあ5回目まあ100分台に収まってくれれば万々歳じゃないですかはい 95.544 ちょっともう数字が分かんなくなってきたけどさっきと一緒か544ってさっきも14ミクロンだったっけ忘れたはいでも100分の2以内には入ってるから全然使えませんこれはいいかがだったでしょうか今回は激安 CNC フライスに激安タッチプローブは使えるのかという検証を行ってみました結果は使えるめっちゃ使えるというのが結論ですいやこれねこの CNC フライスを使う上で一番ネックだった減点問題を解決できたんで僕個人的にはねめちゃくちゃ嬉しいです本当にもうね原点アバウトに加工するのが本当に嫌で動画のね冒頭では 6π のねエンドミルで適当に撮ってましたけど、もうちょっとちゃんとしようと思ったらピンピンのねエンドミルをつけてこう見たりするんですけどそれでもね信用できないんですよで、そもそもこういった CNC フライスってなんでその減点問題があるかっていうとそもそも想定されてないんだと思うんですねこれを使っていくコンセプトというかあれがその大きな材料からワークをもう丸ごと削り出しましょうみたいなやつなんですよその輪郭とか穴とか含めもう一発で作っちゃいましょうみたいなやつなんで原点を角で取るとか追加工で穴開けるとかひっくり返して加工するとかっていう概念がねおそらくないんですねだから新出しバーが取り付けられなかったりとか、プロープがついてないとかっていうことになるんですねただその機械加工をねやってるとどうしてもねやっぱ角からの交差って必要になってくるんですよ追加工でここに精度よく穴開けたいみたいなことがなんで、そのためにはやっぱどうしてもねこういった原点を取るための工具道具っていうのは、必要になりますで一点ね気をつけてもらいたいのはこの精度出しなんですけどあくまでも、タッチしたところ点なんですよね点でしか意味なくて線で精度を出す必要があるんですね本来単面大きな単面下も上も測ってそこからの交差ってなると、必要になってくるのが平行出しワークの平行出しというのが必要になります、どういうことかというとですねちょっと分かりやすいかな角でねピッて原点取ったところが0になるのはいいんですけど例えばこのワークが機械に対してこう傾いて取り付いてしまっていた場合ピッてしたところは0だとしてもちょっと上とか下に行くともう0ではないんですねこの単面でいうとでそうなってくると単面からの交差っていうのは外れますし、精度のいい加工とは言えなくなってしまうんで、ちゃんと加工したいのであればワークに取り付けるワークを取り付けるときに平行出ししてその後タッチプローブで原点を取って、穴開けとか加工をする必要があるというわけです、はいこれができてるもうワーク反転させたり、後から追加加工したりするときも精度いい加工できるという、わけですね
いや、マジでよかった。嬉しい。はい。というわけで、面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタンとかチャンネル登録の方お願いします。X とか Instagram、いろいろやってますんで、それから見てみてください。ご視聴ありがとうございました。